内側に抜けられるやつが、まあ、正攻法じゃないですけど、こっち、これ。それが、まあ、個人的に非常にかっこいいと思ってます。でも自分ではなかなかできないと思う。そもそもその打ち出しからのタイミングでちょっと気が引いてしまう部分もあったりとか、危ないところに入らなきゃいけないじゃないですか。それがどういう間合いとどういうタイミングでされたらうまくいくのかなとか、なかなか掴みきれないっていうか。あれ昔はうち5ハットだったんですね。あれやると先生怒ってたんですよ。今でも相手に背中見せるなって怒る方いるので、でも、さっきの私が打とうとするときにダメだよっていう、遅い。うん、そう。あ、そう。そう。いいですよ。OK です。ほんたら、今ので、いいかな、胸、突き飛ばしていいですから。本当に。程度問題ですけどね。血吐かない程度に押し飛ばしてください。ぐっとこうなりますよね。これ、合気道の当て身の基本じゃないですか。自分は手出しただけって、相手の踏み込んだ勢いが強くて、ブッってなってるっていう。そう、突き飛ばして、遠慮しなくていいですよ。大丈夫。多少は流せるから。そう、この状態。そう。はい、かわすと横。そう、でも今のこれが今度こうすればいいわけですよ。おってそう、こうなるわけでしょ。ごめんなさい。今のです。おっとって。私は今池谷さんの当て身を2回かわしたんですよ。いや、ここで掴まなきゃ、ここで掴まなきゃいけないじゃん。いや、でもだからそうなんです。実は私に言わせると受け身の問題なんですよ。もう一回胸突き飛ばしますよね。この瞬間ドンですよね。私がまずいってかわしますよね。そう、かわされた瞬間、これ、そう、何でもいいですよね。金的でも何でもいい、ここに来ますよね。まずいと思って私かわしますよね。そう、その辺に手があればそう、結果的にこうなりますよね。だから本当に言うと、受け身がかわせよって。受け身の技量的な問題もあるってことですか。だから許せよ。当たったら許せよ。来いよ。そう。だから、木下さんなら買わせるだろうっていう安心感があるから、私は、一応ね、入ってできるわけですよね。で、それを私が遠慮して入ってやっちゃうと彼、攻撃が続いちゃうから、結果的にやられる。合気道あるあるじゃないけど、型あるあるで相手が反撃しないと思ってるから、いろんなことをこうやるけれど、そうじゃなくて、本当はここを入れてくるよって。おーってやばいってかわしたら次が来るよって、あーってこうなるよって。ただ実際そうやって受け身できない人でもこうやってみせなきゃいけないから、その時はだから打ってもらっていいですか、緑です打ってもらった。その時はちょっとこう、危ないよっていう表現だけで止めてますけど、実際反応してくれる人間だったら本当に当てに行く。ちゃんとかわしてくれる。その辺の感覚もちょっと鈍くなっちゃうけども、約束の同じ技の稽古ばっかりなんで、そのバリエーションって、見たことがなかったんで。だから横目打ちの打ち方実はそのものがまたややこしいし難しくなるし、話すと一回やったから動画でやったと思いますけど、長くなるけれど、だって好きだらけですからね。そんな、よく言う実践ではありえないって、それはそうです。だって稽古のためにこんな七面倒くさい打ち方してるわけですからね。でも、向こうがその反撃しないと思ってるから、こう、全身さらけ出しながらこんな格好で、もう、ここに入った瞬間、この足蹴られたら、踏まれたり、この膝蹴られたらおしまいじゃないですか。そんなのお構いなしでこう来といて、さあ、ここから打ちますよって、ここ顔が先に出てきてんだから、顔叩きますよね。でも相手がそんなの一切しないと思ってるから、オラーみたいなのやってる方いらっしゃいますけど、本来はそうではないですよね。突き飛ばしでいいですから、間合いに入りますよね。もうここで、次の動作で当たる間合いに入るわけですね。この時にこれが起きないといけないですよね。
で、それかわしたから、そうしたらこうなりますよね。で、それを予定調和の世界で、演舞とか人に見せる形で、合気道らしい、こう、円の形にしようと思ったら、それがスーッ、はいってこうなって。で、どうですかね。ありがとうございました。はい、本編の方を見ていただきましたけれども、内田さんいかがでしたか？結局最初のさばきだったりとか、その辺でもう全てがこう終わるというか、あと投げは惰性でって言ったら語弊はもちろんありますけれど、もうそこでもう9割方決まってしまうのかなっていう感じがしました。そうですね。はい。まず崩しが一番初めにあってっていうところだと思うんですけど、これ横目打ち前、相手はどこで崩れてるって認識した方がいいんでしょうか。なんか初めのここで取られて外してるのは自分が外してるんで、まだ生きてるのかなっていう気がしたんですけど。そうです。それぞれ基本的にはさばき崩し、投げかさばき崩し抑えですよね。でも結局さばきと崩しが一緒になってくるんですよね。だからさばいてその後崩さなきゃいけない場合と、さばきそのものでもう相手が崩れてくれるっていうか、崩せた場合っていうか、崩れる場合とあるからですね。逃げて悪いですけど、ケースバイケースで相手に逃げるし、どちらかといえば今のじゃあ横目打ちもこうさばかれながら崩されていくみたいなところずっとつながっていってるみたいな形。そうですね。はい。そうです。いわゆるさばくっていうか、避けるという行為があって、でそれが終わって次が崩しがあってっていうわけではなくて、そこがこう不可分になってきて、そこまでが十分に効いてれば最後の投げはちょっと言葉悪いけどおまけみたいなもんだよみたいなんですね。なるほどですね。ということでやっぱ結構初めのファーストコンタクトの部分で割と崩せている部分があるのかもしれないですね。そうですね。はい。真面目ですね。真面目ですね。真面目な動画です。はい、真面目なアラフォーとアラフィフでやっております。どうも。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。